楊貴荘は松坂屋の初代社長である15代伊藤次郎左衛門助民が大正から昭和初期にかけて建設した別荘です。最盛期には歴史的建築的価値の高い建物が30棟以上もあったそうです。個人の別荘としてだけではなく、皇族、政治家、実業家などが訪れ、迎賓館や社交場としての役割もありました。アジアの留学生を受け入れ、支援していた時代もあり、助民さんという方は社交的でお世話好きな人だったのかもしれませんね。私が一番興味を惹かれたのはこちら。扉の奥に地下トンネルが掘られています。その先は別荘内の別の建物、UFO圏に続いているそうです。助民さんの亡くなった後、別荘は日本軍や進駐軍に接収され、さらにその後は一部の建物が松坂屋の独身寮として使われていたそうです。楊貴荘が名古屋市に寄付され、一般公開されたのは平成になってから。時代に翻弄されてきたこの別荘に地下トンネルがなぜ作られたのかは謎とされています。
尾張岬行きです。次は東大手です。ここは日本初の女優と謳われた川上貞奴と、電力王と称された福沢桃介が、大正から昭和初期にかけて暮らしていた邸宅を移築・復元した建物です。川上貞は幼い頃に芸者置屋の養女となり、明治20年、売れっ子芸者になって奴と呼ばれるようになりました。明治27年におっぺけぺい節で有名な川上音次郎と結婚。川上一座が教皇のため渡ったアメリカ・サンフランシスコの公演で、女優貞奴として初めて舞台に立ち、アメリカ各地で評判を得ました。音次郎の死後、7回忌を得て女優を引退。名古屋大曽根に輸出向け最上級の絹を生産販売する川上建布株式会社を設立。名古屋に居を構え、旧知の中である福沢桃介の事業パートナーとして共に生活をしました。福沢桃介は大正期に電力王と言われ、木曽川水系に多くの発電所を建設しました。幼少から神童と呼ばれる秀才で慶應義塾に進みます。慶應義塾での優秀な成績から福沢家に知られることとなり、福沢諭吉の次女房の婿となるため福沢家の養子となりました。大正2年、名古屋電灯株式会社の取締役に就任。電力会社を合併し、大同電力株式会社を設立しました。社長として名古屋を拠点に木曽川水系の電力開発に乗り出し、名古屋の双葉御殿では貞奴の協力のもとに政財界の接客を行い、事業の推進を図りました。二人は事業のパートナーだったということですが、桃介が慶應義塾の学生だった頃に貞奴を野犬の群れから助けたという逸話もあり、初恋の相手だったとも言われています。
徳川美術館は、尾張徳川家に受け継がれてきた宝物の数々を所蔵している美術館です。19代当主徳川義親が大名文化を後世に伝えることを目的として、昭和10年に名古屋に開館しました。これは復元装束による打ち出の再現展示です。平安時代の女性は儀式に参加する場合でも素顔を他人に見せることを避け、御簾や几帳の影に隠れ、打ち出と呼ぶ方法で御簾の下や几帳の影から装束の袖口や裾を見せました。後で調べたところ、玉露には特有の香りがあり、大イカと呼ばれ、青のりのような香りと表現されることもあるそうです。玉露を美味しく楽しみたいなら、先ほどの手順で60度程度の比較的低温のお湯でじっくりと入れるのがおすすめ。低温で入れると旨味成分のアミノ酸は十分に抽出される一方、苦味、渋みをもたらすカテキンやカフェインはあまり抽出されません。たっぷり含まれるテアニンの効果も期待できるので、リラックスしたい時や気持ちを切り替えたい時にもおすすめだそうです。
それでは水槽中央にご注目ください。今上から重りのついた袋が落ちてきました。この袋の中にマイワシの餌が入っています。この袋を水槽の底まで落とし、上に引き上げることで餌が下から上へと巻かれていきます。このように水槽の底の方から餌をまくことで、普段水槽内をゆっくりと泳いでいるマイワシたちを誘導しています。Thank you.